はい、皆さん、こんにちは。エンジョイスマイル本です。石川です。はい、この度はですね、HRD プロジェクト、MRD プロトタイプコンバージョンキットにご支援いただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。私たちはですね、今、工場でほぼ一通りのパーツを今、OK を出したんですけども、そうですね。はい、そちらの部品を実際に使いながら、本さんがですね、もうバッチリよく走る組み立てをこれから、説明させていただきます。はい。ぜひですね、この流れに沿って組み立てていただいて、楽しんでいただけたらと思います。皆さん、楽しんでください。よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。エンジョイスマイル本です。今回の動画はですね、前回ミニッツ AWD 分解編で袋詰めしたパーツを利用して MRD にコンバージョンすることを説明するためです。今回のコンバージョンに必要な工具を説明します。まずは前回使用したピンセットですね。こういう曲がったピンセットがあったら楽です。あとは、1.5 のレンチですね。レンチのドライバーなんですけれども、これも必要です。コンバージョンキットにもこういう、曲がったレンチが入ってるんですけれども、これも、使えるんですけど、ちょっと、これが使いにくい。慣れてない方はドライバーの方が使いやすいんで、これでおすすめです。はい。続きましては、プラスドライバーですね。プラスドライバーはミニッツ AWD で使ってた、プラスネジがあるので、それをまた再びミニッツのシャシに、MRD のシャシにつけるときに必要です。それとついでに 0.9 のレンチドライバーですね。レンチドライバーなんですけれども、今回 MRD のコンバージョンキットをクラウドファンディングで返礼品で一緒に梱包されてるんですけれども、それがなくて、別で、こういうレンチドライバーも販売しておりますので、これも使用する必要があります。あとはですね、今回 MRD 組み立てるときに必要なんですけれども、こんなピンバイスが必要です。はい。これがなぜかっていうと、フロントを、アームリューを組み立てるときに楽ですし、アーム組み立てるときにちょっと曲がったりすることを防ぐために必要なパーツ、必要な工具ではあります。これは今なくても大丈夫なんですけれども、これがある方がちょっと完璧な MRD を組み立てることが可能です。あとは、こういうアートナイフ、カッターナイフですね。少しバリがある場合は、こういうカッターナイフ、アートナイフでバリを取ることで、ちょっとスルスル動くアーム類の動きを実現することができます。その後はもう一個なんですけれども、こういうヤスリですね。二つとも、100円ショップで購入することができるんですけれども、これもあったらバリをちょっと簡単に取れることができるのでお勧めします。今回はちょっとこっちのスティックタイプの、ヤスリを使うことができるんですけれども、これがちょっと、手軽く、削らずに、削りすぎず、バリをコントロールすることができるので、今回はこれをするつもりです。あとはですね、これ、ラジオペンチなんですけど、これもあったらおすすめです。はい。工具の説明としては以上なんですけれども、もう一つがあって、僕がちょっと愛用するプライヤーなんですけれども、こっちにはちょっと刃がなくて特殊な形のプライヤーなんですけれども、ボールエンドをちょっと挟んだり、ちっちゃいパーツを拾ったりすることには結構使っております。これも、僕はお勧めしておりますので、リンクをちょっと貼っておきます。それでは MRD の組み立て始めます。まずはですね、メインシャシの、組み立てを始めます。バック1なんですけれども、バック1には、このメインシャシに簡単に取り付けれるパーツが入っております。例えば、こういうカウンターギアのホルダーとジャイロホルダ
と、カウンターギアの、まあ、本番のパーツなんですけれども、それが入ってて、これがメインシャーシに簡単に付けれるパーツなんで、まずはここからやって忘れないようにやっていきます。はい、それでは M1.5 のドライバーで、カウンターギアを取り付けることなんですけれども、まずはこのカウンターギアのところにベアリングを圧入します。はい。こんな感じです。こんな感じで取って、向きを気をつけましょう。で、ここがちょっと少し凹んでいますので、凹んだところからカウンターギアのネジを入れます。こういった状況からネジをカウンターギアのホルダーに組み立てていきます。こんな形で、ベアリングが入っていますので、締まりすぎないようにちょっと気をつけましょう。まあ、組み立てたらこんなスルスル回る形になります。はい。その前にジャイロのホルダーをシャーシにつけましょう。はい。こんな形ですぐ簡単に取り付けれます。その次はですね、組み立てたカウンターギアのホルダーをメインシャシにつけます。はい。こんな形になるんですけれども、下にネジの穴がありますので、ネジを使用します。ネジなんですけれども、ネジの種類が今回、長さがいろいろあるんですけれども、今回、ネジの長さは、チャイルドホルダーの下の長さは M2 の6ミリです。はい。ネジを締めます。M2 の6ミリのネジを下に入れます。こちらのネジを締めるときには注意することがあってですね、実はこれのネジを締めすぎると、こちらのカウンターギアの向きがちょっと変わることで、スパーギアの動きがちょっと悪くなる場合もありますので、とりあえず位置を締めておいて、後で調整する形になります。ネジをこういったところで置いた方が断然いいですね。すいません。こういったところでネジを、なくさないように、特にこういった短い、セットスクリューもありますので、こういったネジの、保管するところがあったらバッチリです。はい。それではバック B、バック2いきます。はい。バック2はですね、主にロアアームパーツに関しているものになります。はい、こちらのパーツはですね、ロアアームと、ボールエンドとスペーサーとダンパーの下部分、ロアパーツが入ってまして、はい。一つ説明する部分なんですけれども、ボールエンドに表と裏側がありまして、裏側が入りやすいので、なるべくこのロアアームを組み立てるときに、右と左の時に、こっちの裏側が、こっちを向くように組み立てていきたいと思います。それでは組み立てていきます。で、金属パーツなんですけど、ここに、アームパーツと、ボールパーツが入ってます。このアームパーツをラジオペンチを使って、こういう風に持ちます。で、その後、こういう風に曲げていきます。はい。これを組み立てていくときに注意するところは、この長さがあるんですけれども、ここの長さの奥の深さが制限されていますので、こっち締めすぎないようにするのが一番大事なポイントです。その後は、
スペーサーを入れます。その後、ボールエンドを組み立てていきます。はい。こんな形でボールエンドを組み立てたときに裏側が上を向くように組み立てるのがポイントです。はい。それでは左側も続いて組み立てていきたいと思います。その前にですね、先ほど僕がお勧めしたピンバイスがあったら、しやすい理由を説明していきたいと思います。まずはピンバイスにこういう風にアームをインストールします。その後、こっちのアームの方に、こんな形で、ネジを締めます。こっちも先ほどと一緒で、締めすぎないように気をつけることがポイントです。はい。こんな形で、アームが組み立てれました。その次は、先ほどと同様で、スペーサーを入れて、ボールを組み立てていきます。はい。はい。こちらも、裏側の方が上に向くように組み立てができました。はい。続いてですね、こちらの3ミリのボールをロアームの方に組み立てていきます。左ができまして、はい。その次は、このダンパーのロアパーツなんですけど、こちらのパーツもですね、実は裏側と表側があります。裏側にはちょっとしたバリがあるんですけど、これがちょっとわかりやすいところになりますので、こちらをロアアームのこんな形で刺します。ロアアームのところに刺したときに動きがスルスルなることがポイントです。今は結構動きがいい感じになります。反対側も組み立てていきます。はい。組み立てた時にはこんなスルスルな感じがポイントです。それではローアームの組み立てをそのまま引き継いでやっていきます。この時にはピンセットがいいですね。ピンセットをここに入れます。反対側も入れましょう。はい。こちらもスルスル動く必要があります。それのついでになんですけれども、ダンパーの下の部分がこちらのみたいにちょっとスルスル動かない場合があると思います。その時にはですね、こういうラジオペンチでボールを少し軽く挟むことでボールがスルスル動くようになります。反対側も一緒です。スルスル動かない場合は力加減を締めすぎないように気をつけて軽くいろんな角度で揉んであげましょう。そうすることでこういう軽く動きができますね。はい。それとこちらのアームの動きもなんですけれども、今僕が組んだアームなんですけど結構スルスル動くんですけれども、これももちろんスルスル動かない場合はちょっとねじったりこんな引っ張りながら動くことでスルスル動くことになります。はい。こういうねじりとスルスル引っ張りながら抵抗を上げますと、こちらもこんな形でスルスル動くことができます。はい。これをメインシャーシにつけていきます。こちらのダウンストッパーなんですけれども、ダウンストッパーを気をつけてメインシャーシにつけます。
その後は、このシャーシの裏側からなんですけど、こちらは M2 の 6mm、少し長い方です。それを組み立てていきます。ここはまずは軽く締めることで、まずはローアームプレートをシャーシに固定することにしていきましょう。で、この状態でアームがスルスル動くことを確認して、また軽くもうちょっと締めてあげましょう。で、それでももう一回確認することが必要です。はい。こちらの真ん中の穴には一番長い M2 の 12mm なんですね。これがステアリングワイパーを固定する長いネジになります。こちらも締めていきます。こちらは、こっちがネジ止めのところになりますので、まあ、軽く締めることで、緩く確認してみたら、固定できたかっていうことが確認できます。はい。最後はこんな形になります。はい。それではバック3に行きます。バック3はですね、主にステアリングワイパーのところですね。はい。それでは組み立てていきます。はい。バック3には、ステアリングワイパーと、ステアリングのワイパー用の、タイロット用のボールリンクが入ってます。はい。こちらの銀属のパーツにはですね、こういうボールベアリングと、タイロット用のリンクロッドと、ボールが入ってます。まずはですね、こちらに黒いパーツがあるんですけど、これがステアリングワイパー用の、金属ボースなんですね。それをまずシャーシの方に取り付けていきます。はい、こんな感じですぐはめれます。はい。次はですね、ステアリングワイパーにボールを組み立てていきます。この時には 0.9 のレンチが必要です。はい。一番下に一つだけあるステアリングワイパーのインプットのところなんですけど、こちらはこのボールが3つあるんですけど、1、2、3があるんですけど、こちらの中でボールが一回りでかいやつを組み立てていきます。はい。こちらも締めすぎないように気をつけながら組み立てていくのがポイントです。はい。次はフロントのステアリングのタイロット用のボールを組み立てていきます。こちらも先ほどのインプット用のボールと同様です。締めすぎないように気をつけていきましょう。はい。残りのボールも気をつけて組み立てていきます。はい。組み立てが完了しました。はい。こんな形でベアリングを入れます。はい。下のベアリングの部分が硬い。上に比較すると硬いので、こんな形でちゃんとベアリングが入るように押していきましょう。はい。上の部分はスルスル入りがいいので、上と下はこんな感じになります。はい。次はですね、ボールリンクをまた組み立てていきます。この時にはですね、ノギスが必要なんですけれども、こちらの、組み立てるときに、このリンクルーの長さが、10ミリ。この間の長さが10ミリになると一番いい感じのセッティングになります。はい。最初は、こちらに、組み立てていきます。はい。こんな形にほぼほぼ
レジ穴が見えるか見えないかっていうところまでいきますね。はい。反対側も組み立てていきます。こちらの長さは一番重要なポイントなので、左右が均等になりますように組み立てていきます。今ちょっとこちらの方が短いなので、少し延長します。はい、均等の長さに出来上がりました。こちらのパーツがですね、どちらも同じような向きになります。こっちの裏側がですね、こちらのボールに入るようになります。はい。穴が大きな部分をこっちのボールに入れていきます。はい。こんな形になります。はい。この時にはですね、今ちょうど右はスルスル動くんですけど、左がちょっと硬いかな。まあ、そんなに硬くはないんですけど、ちょっと抵抗がある形なので、そちらは先ほど案内した通りに、ラジオペンチで軽く押す形で、はい、こんな形にスルスル動くようになります。はい。その次は、シャーシの方に取り付けていきます。はい。はい。取り付けたらこんな形になります。はい。次はバック4になります。バック4は主にアッパーのパーツになります。はい。アッパーのパーツはですね、またちっちゃいパーツがいろいろ出てくると思います。これも皆さんなくさないように気をつけて置いておきましょう。まずはアームから組み立てていきます。またペンチでですね、ラジオペンチでこれをスルスル回していきます。これも締めすぎないように組み立てておいて、スペーサーを入れます。スペーサーを入れて、またこちらはですね、こんな形で、はい。こちらは右として想定して組み立てていきます。右のアッパーアームの場合はですね、これが組み立てた時に穴が大きいの方が下に行くように、こんな形。ここが下に来るように組み立てておきましょう。はい。次は左を組み立てていきます。これを組み立てるときにはまたこんな形、これがあったらいいですねっていうことをまた説明していきます。こんな形でネジを締める形と似たような感じで組み立てることができます。はい。その次は、これが左のアッパーアームっていうことで想定して組み立ていきますので、穴が大きい方が下に来るように組み立てていきましょう。これももちろん締めすぎないように気をつけていく必要があります。はい。こんな形で左の方はこっちの大きいの穴が方が下に来るように。はい。こんな形ですね。こんな形によって左と右がそれぞれ穴が大きい方が下に来るように組み立てていきます。はい。続きましては、こちらの、アッパーアームホルダーなんですけど、これがですね、鹿さんと僕が
これはちょっと肩がないように頑張っていかないとっていうことがあって、少しバリがある、クリアランスがちょっと取れない場合がございます。その時にはですね、それを、先ほど案内したこのヤスリ。今回はちょっとこのスティックタイプのヤスリを使いたいと思います。まずは、それの前にちょっと動きをちょっと確認していきたいと思います。これを、こうのアームなんですけど、こんな形になりますね。ちょっとこの動きが良すぎて、これはちょっとヤスリで作業する必要がないかもしれないんですけれども、こちらの方はですね、作業するポイントが、こちらの、ここのポイントと、こちらのポイントです。例えばなんですけど、このスティックのヤスリだと、ここを擦る。こんな感じで擦ります。反対側は、こんな形で擦ります。左右均等に、こんな感じで、擦る作業が必要です。さっきみたいに僕が踏んだみたいに、これがスルスル動く場合は全然問題ないんですけど、ちょっと組み立てた時に、これがちょっと、アームが、動きがちょっとやりにくいなっていう時には、こういう作業が必要です。アームの場合はですね、こちらの内側、こっちがですね、こんな形で、こっちを、バリを取る作業が必要です。僕は今ちょっともう、ここは動きが良かったのでそんなに取ってないんですけど、これは皆さんはちょっとこの、組み立ててちょっと何回か繰り返して、なんか削らないように、加工しすぎないようにちょっと気をつける必要があります。はい。それでは左から組み立てていきたいと思います。はい。その次は、右のパーツを組み立てていきます。はい。こういうふうに、アッパーのパーツが完成しました。この時に気をつけることは、もう再度、こっちの下の側から穴が大きいのところが見えるかっていうことが確認するのが必要です。はい。続きましては、このアッパーのホルダーのアッパーケースですね。それをここにつけていきます。で、こちらの方もですけど、これがこういうふうにちゃんと動く場合もあるんですけれども、実際こっちも加工する必要があります。こういったところに段差が実際はあってですね、これをちょっと平行にする必要があります。その時にはまたこんな形の、ヤスリでちょっと平行にする作業が必要です。はい。これが横から見ると平行になるポイントを探して、ここ下の部分がこんな角度に盛り上がってますので、これを少しずつ削っていきましょう。こっちの、ヤスリがちょっと削らない場合は、先ほどのカッターナイフで、こんな形で削っていくことも方法であります。こんな形で、こちらの下の部分を平行にする作業が必要です。それをすると、これを組み立てたときに、はい。こんな形がなります。はい。この上のパーツを、アッパーのところを固定するために、M2 の5ミリですね。5ミリのパーツは6ミリに比べてほんの少し短いです。はい。これの M2 の5ミリを、ネジをここに固定していきます。はい。続いて、フロントダンパーステイ。こんな形になります。
ネジの穴は2つがあります。フロントから先ほどの M2 の 5mm を固定する形になります。はい。こんな形になりました。続きまして、ダンパーのボール、3mm のボールをフロントのダンパーステイにつけていきます。こちらの方も締めすぎないように気をつけましょう。はい。バックの4が完了しました。はい。続きましてバック5に入ります。バック5には主にナックルアームのことですね。最初に、AWD A のバックを使うことになります。この AWD のフロントのベアリングをこちらの MRD のフロントのナックルに使うことになります。はい。ベアリングを取って、このボールが 2mm の玉なんですけど、ちっちゃくてなくさないように気をつける必要があります。はい。それではですね、まずは、ボールを組み立てていきます。この時には、ボールを、こちらの、向きに気をつけないとっていうことなんですけど、こちらのところに刻印があります。R と書いてます。ここが右の方ですね。位置としては少し下に下がっております。ちょっと下に下がった部分から上でボールを締める必要があります。こちらの部分もこの 2mm の玉を締めすぎないように気をつけましょう。はい。それでは、続きまして、続々ボールを組み立てていきます。もちろんこちらの上下の部分も締めすぎないように気をつけましょう。はい。左をやっていきます。はい、こちらもちょっとタイロッドが固定する部分が少し下に下がっているので、その上にボールをつけることが必要です。はい。一応、ナックルの組み立ては完了しました。これからの作業が重要なんですけど、ベアリングを入れるときにですね、表側は手で軽く押していただくと、ここが、平行でベアリングがちゃんと圧入できるような形が必要です。はい。反対側の表もベアリングを入れていきます。はい。はい、こんな形でベアリングがちゃんと当てはまるように組み立てていきましょう。その次は裏の方なんですけど、こちらはちょっとこんな形で入れること。反対側も軽く、まずは圧入することで入れていきましょう。はい。この状況になるんですけれども、実はこの状況で、ベアリングをちょっと奥までちゃんと入れる必要があります。で、この時に必要なツールなんですけど、こんな形で押すことももちろんできます。その他にも、皆さんちょっと持っているかもしれないんですけれども、ミニッツのツールの中で 4.5 の方と 4mm の方があるんですね。で、この中で 4mm がちょうど外径がこのベアリングと一緒です。偶然ですかね。で、こちらのベアリングのところをこんな形で押す必要があるんですね。これにすることによって、ベアリングが奥までちゃんと当てはまることができます。はい。はい。こんな形で奥まで入ったんですかね。はい。もう一つのところは、ちゃんとこの 1.5 のドライバーがあった方はですね、これもちょっと注意する必要があるのが、ちゃんと外側のところを
均等に押して回してこんな形で回して押すことが必要です。で、内側を押すとベアリングが壊れる可能性がありますので、そこらの力加減も気をつけながらやっていく必要があります。はい。左右のベアリングが完了しました。はい。それではバック6に入ります。バック6はですね、主にサーボケースとサーボ関連のパーツになります。今回バック6に入って、前回分解動画で撮ったサーボのギアを使うことになります。はい。それではですね、まずは、サーボホンを組み立てています。で、サーボホンには、こちらにメタルパーツに入っているパーツの中で、2.5 ミリのボールを組み立てる必要があります。で、2.5 ミリのボールをサーボホンに組み立てていきます。で、こちらのパーツなんですけれども、全体のパーツも共通なんですけれども、あんまり締めすぎないように組み立てるのが MRE 組み立てる時のポイントです。はい。これができたので、次はですね、サーボホンのリンケージのパーツを組み立てていきます。こちらのパーツももちろん表と裏のパーツが、裏のところがあるんですけれども、裏のところが入りやすいっていうところがありますね。はい。こちらのパーツも組み立てていきます。こちらの、サーボ本のリンクロッドがあります。こちらのパーツもですね、こんな形で組み立てていきます。このリンクロッドの、この間の長さは6ミリ目処で組み立てていくのがベストです。はい。これを組み立てるときに向きに注意しないとっていうところがあるんですけれども、こちらの方はですね、サーボ本につけれるとこなんですけど、こちらの方が上に行く向きになりますね。で、こちらの方は表から、上がなるんで、裏から入る形になります。で、こっちが、サーボのワイパーにつながる部分になるんですけれども、こちらの方は、こういう形になります。はい。こうなることで、ちょっと長いかな。もう一回、ちょっと、はい。こんな形になります。はい。こちらの方はですね、裏が上になるんですけれども、こちらの、表から入れる形になります。はい。サーボホーンのリンケージの組み立てはこれで OK です。はい。その次は本格的にサーボのケースを組み立てていきたいと思います。まずはですね、サーボケースの、フロントの部分なんですけど、こっちの穴の部分にですね、先ほどの一番短いセットスクリューを組み立てていきます。こちらの方はですね、ネジを、締めていくところで、どこまで入れるかいうと、こちら、平行になるぐらいまでに締めることがポイントです。締めることによって、こっちがですね、裏側から見るとこっちが平行になって、オーリングをまだ押してない状況になりますね。で、そこから締めていくと、徐々にオーリングを圧迫していって、サーボの動きをスローにする。遅くするっていうことができますね。はい。で、その次はですね、こちらの中でですね、今回のサーボギアのファイナルギアになります。MRD のサーボギアのファイナルギアは、こちらの、先ほどのサーボホーンと、こんな形に、結合されますね。はい。この時にはですね、ここにネジが入らないとダメなので、これが結構硬い場合があるので、まずは手で持って、ちょっと先に、ネジを切った方が、後で組み立てるときに助かります。これに使うネジはですね、
この M2 の8ミリですね。ちょっと長いバージョンです。これをネジを切っていきます。はい。手で持ってネジを組み立てていきます。少し硬い場合には、ここがちょっと手が痛くなる場合があるので、ちょっとなんか布のものがあったらここでしっかり挟んでネジを固定していきましょう。はい。はい。こんな形でちょっと、奥まで入るかどうかのその間でまた緩んでいきましょう。硬いんですけど、これが後でサーボを組み立てるときに結構役に立ちます。はい。このネジはまた後で使うのでここに置いておきます。はい。続きまして、サーボケースを組み立てていきます。まずはオーリングからですね。オーリングをここに溝に当てはめていきます。この時にはですね、先ほど使ってたミネッツの 4mm のレンチ。これの 4mm のレンチがちょうどここがオーリングがちゃんと当てはまるように押さえることができますね。はい。こんな形でしっかりオーリングが固定できるようにしておきましょう。はい。その次にベアリングの方もこのベアリングですね。これもベアリングを入れておきましょう。この時にも、この先ほどの六角レンチで押して、奥までちゃんと入るようにやっていきます。はい。こんな形になりました。はい。続きましては、ここにピンを立てる作業になります。はい。今回は左からいきます。はい。左の方は簡単に入ります。その次に2番の、ピンも短いピンがここと1と2に短いピンが入ります。で、この2番目のピンの穴もちょっと硬いので気をつけて、はい、固定をしていきましょう。はい。しっかり固定ができました。硬く固定できましたね。はい。続きまして、一番長いピンはですね、3番目のピンになります。3番目のピンは、こっち、こんな感じで。はい。いかがでしょうか。ピンが固定できたら、とりあえずこんな感じになります。はい。続きましてですね、本格的にサーボギアをちょっと組み立てていきます。まずはですね、AWD-B の袋から、サーボギアを流用する形になります。この B のサーボギアは、ここからオーリングが入っているところ、2番目に入ります。その次はですね、袋 C、AWC からギアを取ります。ギアを取って、皆さんもこんな形で、マーキングしてたギアなんですけれども、これが、ミニッツのギアで、今回 MRD のギアは、ここに溝があるんですね。溝があって、こういった形でサンドイッチになります。サンドイッチになるので、これを維持しながらサーボケースに入れる形になります。はい。ここのサーボギアは、このピンに合わせながら、この最後のファイナルギアは、ベアリングの部分にちゃんと当てはまるように、ピンセットでちゃんと固定して入れたら、スルスル回るようになります。でも、皆さんも、ここがスルスル回るようにすることが一番大事で、これがまずスルスル回らなかったら、どっかのピンが合わせないっていうことがあるかもしれないです。ちゃんとピンの位置が固定できたかっていうことを確認してください。はい。続きまして、こちらには、このファーストギアなんですけど、ファーストギアの方は、こっちの上の側が、ボスが、この棒が長いですね。長い方が上に来るように、ここに入れていきましょう。はい。こんな形で、サーボの組み立てが、
半分できました。で、こういう形で動きはちゃんとスルスルできるのか、最後まで確認してください。はい。続きまして、バックプレートですね。バックプレートを組み立てるの大きいんですけれども、このピンの位置とこの穴の位置がずれないように気をつけて、こういった形で上から平行に組み立てていきます。で、それでしたら、はい。少し力を入れて、はい。サーボケースが組み立てています。はい。続きまして、こちらの、サーボホーンで軽く装着することで、最後の、ギアの噛み合わせがどんな感じになるのかわかりますね。軽くテストすることができます。今、ものすごく、サーボの調子が良くて、スルスルすぎますね。音もほぼほぼ聞こえないぐらいスルスルするっていうことです。皆さんこれがスルスル動くことが確認できたら、まずはこれをちょっと外して保管することにしましょう。はい。続きましてはですね、はい。先ほど完成したサーボケースからサーボホーンを一応取ります。はい。それで、こちらのワイパーのところに、はい、止めます。で、皆さんここでちょっとワクワクしながらこれ早く組み立てたいっていうことがあるんですけれども、実は、まずはこのボールのチェックが必要なところですね。はい。ボールのチェックはこういう形になります。ボールのところが2ミリの玉をここ下から入れてみます。で、今ちょっと見てたら皆さん見えますか？こちらがちょっとスルスルではないっていうところがわかりますね。はい。こういったところはちょっとボールを先ほどペンチのところからちょっと揉んで少し潰せる必要があります。はい。軽くいろんな角度からこんな形でやっていくと、はい。どうですか？軽く動くようになりましたね。ほんの少しの力で大丈夫です。そんなに、抵抗がかかるっていうことではないんですけど、肩がないようにちょっと頑張ってたところ、ちょっと少し肩が出にくいっていうところから少しすごいスルスル動くように、ちょっとこういう風に潰せる作業が必要ですね。はい。次、アッパーアームの反対側です。こちらもちょっとスルスル感はまだないですね。で、こちらもちょっと軽くいろんな角度から潰していきましょう。はい。これで、まだちょっと足りないですね。力の加減が少し足りなかったかもしれないです。はい。今回は、はい、スルスル動くようになりました。で、はい。こんな形で揺らしてみてても結構いい感じで動きますね。はい。続きまして、今回ちょっとつけたんですけれども、少し分離しておきましょう。はい。これは、ステアリングポストはなくさないようにしておいて、続きましては、このボールのところですね。ステアリングタイロットの部分はどうですか？少しやりましょうか。はい。こんな形で少しやることで、いい感じに動きますね。はい。その次は左。左の方は、こんな形で、ちょっと、ここが表のところなので、動きが悪いっていう形になります。で、こんな形なんですけど、動いていないところは少し潰せる。はい。スルスル動くようになりましたね。で、表から履いたところは入れ口がちょっと狭いので、こんな形でいろんな角度で動けるように、ちょっと角度を調整しながらやっていきましょう。で、もう一つの方法はあるんですけど、これはひたすら入れて抜いて、入れて抜いてっていうことができたら、反対側もやりましょう。反対側も入れたり抜いたりっていうことができたら、なんと、これで
スムーズになります。で、これがさっきちょっと僕がこれペンチで、ラディオペンチで潰したからそうなるかもしれないっていうことは、ここで証明ができます。ちょっとこちらの方なんですけど、ここちょっと硬いですね。はい、これを入れたり、抜いたり。はい、反対側もやっていきましょう。まあ、2、3回ぐらいやったら、スルスルなるんですね。皆さんこっちの方が好きなのかな、わかんないですけど、まあ、ペンチでやってることも楽なんですけど、これも何回かやることで柔らかくなるんですよ。はい。入りが良くなって、スルスル動きができます。はい。この状況でやったら、今ちょっと落ちたんですけど、はい。こんな形で、ボールの動きが確認取れました。はい。で、この状況でちょっと組み立てていきたいと思います。で、先ほどちょっと取っていただいた、サーボのワイパーですね。サーボのワイパーを戻して、こんな形ですね。で、その上のアッパーカーバーをつけます。はい。こんな形で、ほぼほぼちょっと完成が見えることじゃないですか。皆さんいかがでしょうか。はい。こちらの穴からちょっと埋めていきます。こちらの穴は2の8のネジが入ります。その他、フロントのネジの2つは M2 の6ミリが入ります。もう1個入ります。はい。こんな形になりました。はい。この状態でですね、はい。皆さん、こちらで、ついにナックルアームを取って、これで、つけていきましょう。はい。どうですか？このスムーズな、スルスルな動きができたら、皆さんは今の状況で最適な動きを見せてくれる MRT に近づいてきたっていうところにです。はい。まずはこういう動きの確認が必要ですね。はい。で、もう一つなんですけど、この上下の動きの時にちょっと抵抗感がある時には、ここを横から見ると、この、ボールの角度が重要です。で、今見ると、こちらの、アッパーのボールが平行ですね。少し後ろ側に倒した方が、動きがもっと柔らかくなるんですね。なぜならば、こちらの、キャスターがついてるところでは、こっち、ナックル側がこういう風になってるから、アームをちょっと後ろに倒した方が、こういう動きするときに、スムーズになります。はい。反対側も取り付けていきます。はい。こんな形で、まずは動きがスルスルでいいですね。はい。こちらのアームの角度も少し後ろを倒し気味でやっていきましょう。はい。で、その次にタイロットを、はい、つけました。その時にも、アームの動きを確認しましょう。スルスル。いい感じですね。少しずつ MRD の姿が見えることになったんですね。どうですか皆さん。これ、あともうちょっと組み立てたら、MRT が本当に生まれるところが見えるんです。はい。で、その次はですね、これを、仮止めなんですけど、かっちりこんな感じにやっていきましょう。はい。はい。それではバッグ7に入ります。で、バッグ7はですね、いよいよ、完成が見えるところなんですけれども、皆さん、今回、AWD のパーツもいろいろ使うことになります。まずはですね、AWD D バッグ、ベアリング、センターベアリングのベアリングですね。それを使うことになります。センターベアリングを取って、シャーシの真ん中のとこにベアリングがこういう風に入りますね。はい。こういう
ベアリングが入るところにちゃんとベアリングを配置しましょう。はい。その次は、センターシャフト。そうですね。センターシャフトを取って、センターシャフトの外側、ここが奥側で、いつもスパーギアがついてるところが外側です。外側の方にベアリングをつけましょう。で、その時、これ傷つけないように取って、奥からベアリングを落ちます。落ちながら、ベアリングを入れるっていう形になります。で、こんな形になります。はい。その次はですね、この引き続いて、ベアリングホルダーとスイッチのホルダーになりますので、今回、これで、基板を取らないとダメですよね。はい。基板を取ります。AWDF バックから基板を取ります。皆さん、ここ、ハンダ付け忘れてないですよね。はい。この AWDF のバックから基板を取って、AWDE のバックから、基板の、電源の止めの特殊ネジを取りましょう。はい。で、まずは、ちょっとさっき仮止めしたやつを溶けておきましょう。で、こちらのセンターシャフトの隣なんですけど、ここがスイッチが入る部分になります。スイッチが入る部分に、ここ、上から見るとこんな形。配線が、こっち、電源の端子があるところの部分に行くように、スイッチを入れます。はい。はい、こんな形になります。まずはこの状況で、スイッチとベアリングのホルダーを入れます。で、この時はですね、ここに、配線が通れるような隙間があるので、隙間を通しながら固定します。はい。固定したらこんな形になります。で、固定した部分はですね、今回、このボタンのネジ、5ミリですね。5ミリの方をフロントに取り付けます。はい。取り付けたらこんな形になります。はい。この状況でですね、まずは、プラスのネジは、上の部分。ここ。はい。で、残りのマイナスの部分を固定しましょう。はい。まずはこんな形になります。で、この状況で、はい。配線の片付けが必要になります。で、まずはこの状況でですね、スイッチの電線がこちら、この間を通せるように置いておきます。その次はですね、こちらのネジのところなんですけど、プラスマイナスの配線をこうやって持っておきましょう。先ほどバック7に入ってた、これ、インシュレーター。なんか電池の部分がここ基板に当たらないようにするものなんですけど、これを取って貼りましょう。で、こちらがですね、基板から、ちょっと
基板のレシーバーカーバーをちょっと強く締めたり押したりするときに当たる可能性があることを防ぐ、シートになりますので、これはすごく大事なパーツです。で、これをちょっと忘れないように、貼り忘れないように皆さん気をつけましょう。はい。その続きまして、ここの配線なんですけど、この配線がちょっと片付ける必要がありますので、まずはちょっと軽く、どういうふうにやるかっていうと、こんな形。大体こんな形で、配線は、まずは、スイッチの配線をここを通して、こんな形に固定してみましょう。はい。こんな形に、スイッチの方が、スイッチの配線が前側を通して後ろ側に行くように、片付けることができたら一番いいです。で、はい。その時に、ここがちょうど、ウォーターのケースの爪が入る部分なんで、こちらが、挟まらないように、前側にちょっと引っ張って、整えていくことが大事です。はい。こんな形で、はい。はい。皆さん見えてますでしょうか？こちらに、モーターケースの爪がガチャンって入るところですね。で、これがスイッチの配線なのに、爪がここに当たっちゃって、切れる場合があるかもしれないです。なので、こちらを、なるべく整えて、挟まらないように気をつけましょう。はい。ちょっとこう言って、ちょっと、整えることで、配線がちょっと、ちょっと、慣れることになりますので、まずは、基板の、スイッチの配線がちょっと整えるようになりました。で、これが長すぎるんじゃないですか。これがちょっと大事なポイントです。で、この状況でですね、少し、また開けます。で、これを、後ろから、配線から片付けますように、で、こんな形で、まずは後ろ側に入れておきます。で、それで、まずは後ろに入れてちょっと短くした状態にですね、こんな形になります。まずはこれで、無理やり、押すことはやめてください。で、この状況でですね、少しずつ引っ張っていく必要があります。なのでこういうピンセットが必要ですね。で、これでこんな形で少しずつ前に引っ張る。引っ張りながら、後ろの配線がちゃんと前まで届くように、応援していきましょう。おい、頑張って。はい。こんな形になりますので、今ちょうど、長さがいい感じに挟まりました。で、裏側がまだちょっと硬いかなとは思うんですけど、で、この状況でちょっと裏側がどうなるのかっていうことをちょっと押しながら、ちょっと待ってみましょう。この状況で、裏側をまた確認してみます。で、なると、こんな形に今挟まってますね。これがちょうどいい長さっていうことが、今、配線の中でちょっと慣れてきたものですね。これをちょっと、今回はこんな形になります。こんな形になって、この内部の配線をきれいにちょっと整えておきましょう。で、こんな感じでです。やりにくい。はい。こんな感じ。いかがですか？で、この状況で、配線が慣れるまでちょっと置いといて、その状況で蓋を気をつけて挟まりましょう。はい。閉まることになりました。で、この状況が、保持できるように、ここでネジを仮止めします。
はい。皆さん仮止めができましたので、この状況でちょっと配線がちょっと慣れるまで、ちゃんと見守ってあげましょう。はい。こんな形でちゃんと、配線が通るように、整えて、はい。この、配線のこちらの方もですね、ここが穴がこんな感じで、ジャイロの、ダイヤルも、邪魔しないように、ちょっとこんな感じで、配線が見れるようにやっていきましょう。はい。で、続きまして、いよいよサーボを踏んでいきたいと思うんですけど、はい。この状態でですね、まずは、サーボがこんな形になります。で、これ、ポテンショメーターと、サーボモーターなんですね。この状況でですね、まずは、このサーボの配線が、実は先ほど入ってたこちらの、スイッチ配線が入ったこの穴に入っていく方が、配線がきれいに片付けられます。で、それの片付けの方法なんですけど、プラスマイナスの線を少しこの入れ口の部分から少し折って入れていきます。で、綺麗に曲がりますね。はい。綺麗に曲がった状態で後ろに徐々に入れていきます。で、その後に、ここの、穴の方に入るようになんですけど、はい。少し、基板を持ち上げて入れることで、はい、こんな形になりました。はい。こっちから見るとこんな形。モーターの配線は、ここに配線が入ってて、こちらの、入れ口の側に配線が通っていくっていう形になって、こんな形の固定になります。はい。その次はですね、ポテンショメーターの固定が必要です。で、ポテンショメーターの位置と、このサーボホーン、ファイナルギアなんですけど、ファイナルギアの位置をちゃんと合わせて固定します。はい。で、まずはこれがちゃんと入ってて、サーボホーンの動きにちゃんと一致するか確認してみましょう。はい。今固定がちゃんとできたので、ちょっとこの状況でですね、実はこれが裏側からこれ見覚えあるんですよね。AWD でもこんな似たようなパーツがありました。これがポテンショメーターの固定部分で、これが、ポテンショメーターがまっすぐになるように固定してくれるパーツですね。でこの状況でちょっとこれを、真ん中に回す必要があるんですね。はい。で、それが少しずつ真ん中になったかなっていうところで入れてみて、はい。ちょっと入れが悪かったら、これを調整しながら位置を探す作業が必要です。はい。あ、ちょうど入りました。あ、まだかな。はい。全部入ってたら、組み立て上では、ここの隙間がなく、ちゃんとポテンショメーターが固定できたっていうところになります。で、ここからの配線の片付けが一番重要なポイントなんですけど、皆さんの、ポテンショメーターの配線は、下からこういう行く形になりますね。で、ハンダコテが上手い、上手な方は、直接ここをこんな形で、垂直で出てくるような形にしてても、ここに短くして、カスタムする形でも片付けがしやすくなります。でも、皆さん、頑張って、こういう形にハンダ付けしてもらってたので、僕はこういったところで、どうやっていけばというと、ちょっと曲げていきます。これを
きれいに、黒、黄色、赤の順番に整えて、挟まらないように、きれいに、はい。こういう状況を作っていきましょう。はい。皆さんいかがですか？これだったら、ほぼ垂直に、ここに当たっても、ちょっと盛り上がらないような形になりますので、ここでちゃんと整えてるのかっていうことを確認します。で、ここを維持しながら戻しましょう。で、これが、ここをちょっと引っ張ったら、まだまだ。で、引っ張りすぎると、ここが切れるので、皆さん気をつけてください。で、この状況で、はい。サーボのモーターをちょっとひっくり返して入れていきます。で、この状況で、また、こちらの部分ですね。入れて押していきます。で、ここを少し、ほんの少しです。ほんの少しを引っ張りながら、こっちの配線も押しながら、わいしょ。わいしょ。で、この状況でちょっと出てきたものを片付けていきましょう。はい。いかがですか？はい。サーボの組み立て、こんな形になります。配線がちょっと時間が結構かかる作業になります。僕的には、今回の、MRD のコンバージョンキットなんですけど、このアーム類の、滑らかさと、このサーボの動きをチェックすることと、配線のすることを、配線の片付けが大事なポイントだと思います。レシーバーカーバーをつけていきます。で、この状況でですね、ちょっとサーボのケースをしっかり押しながら、ここのアンテナのホールを通していきます。で、爪を先にかけて、で、この状況でですね、で、左にやったらカチッて言いながら、これ固定ができますね。はい。この2箇所ネジ止めが必要です。ネジ止めで、ここがレシーバーカバーとサーボケースが一体型で固定することができます。で、先ほどの、もう配線の方もちゃんと綺麗にここを整えることにできましたので、ほぼほぼちょっと力入れることで固定がちゃんとできますね。はい。この状況で一つのコツがあります。で、この状況で、レシーバーカーバーをちょっと押しながら、サーボのケースを後ろにちょっと押します。で、ここの隙間があんまりできなくようにしております。で、この状況で力を入れながら、ここからネジを一番長い 12mm ネジですね。これを入れます。で、力をここをちゃんと固定ができるように、サーボがちゃんと固定ができるように、ここは少し、ちょっとぼーっと固定ができるように、まあ 5% ぐらいちょっと力を入れましょう。はい。こんな形で、皆さんいかがでしょうか？こんな形で、隙間があんまり開かないように、組み立てていくのが大事なポイントです。はい。最後のこのネジですね。これをこちらに組み立てていきます。はい。はい。その次はですね、いよいよサーボの本を固定します。サーボの本はですね、M2 の 8mm のネジを使います。先ほどネジ穴を作ってたので、ここをね、サーボの本を固定しながらネジを締めることができます。これをしなかったら、こう固定するときに結構力が入るので、サーボ本が壊れてたりする可能性があるので、皆さん気をつけて先にネジを切ることを作業をやっていきましょう。はい。こちらのネジが切れて、ちゃんと締めました。はい。これでサーボが動くようになりました。はい。で、この状況でですね、
今、こちらの中にある先ほどのサーボのリンケージの方を少し引っ張って固定しましょう。はい。で、それで今、サーボが動くようになりました。はい。皆さんいかがですか？少しずつ MRD が完成に近づいてきました。はい。はい。この次はですね、いよいよモーター AWD-G のバッグを使います。このバッグの G には、AWD のモーターとピニオンギアが入ってます。で、こちらのモーターのホルダーなんですけど、今回、このモーターホルダーが、カム式になって回転することで、ピニオンギアを調整して、ギア比を調整することができますね。で、今回、ここを固定するときには、ちょっとこっちが盛り上がってる。ここが、実は、金型から取るときに、ここは、ピンで押せるっていうところなんですけど、この跡が見えるところが、こちらの固定するところになります。だから、こっちから見ると、左側を見ることが正解ですね。モーターがこっちから見ると、こちらに、整頓された感じです。はい。で、これを、まずは、このところだ。こっちだ。ですね。はい。モーターのシャフトと、こっち爪があるところが一致するようにやっていきます。で、こちらの場合はですね、この配線とこのパーツが引っかかる場合がありますので、まずはこんな形で入れて、最後、平行になるところまで回していきます。で、これが、ピニオンギア15、ミニッツの純正ですね。純正のギア比を使う場合には、これが一番、デフォルトの位置です。はい。で、この状況で配線もここに、まずはちょっとつけてみましょうか。はい。まずはここの爪に、ここのホルダーをかけていきます。で、このシャシを手で持って、ちょっと力を入れながら、入らないときには、このピンセットを少しちょっと使用することで、はい、入りました。で、この状況で、モーターが固定することになりました。はい。で、この状況で、スルスル回ることが確認できますね。はい。その次はですね、モーターの固定が必要です。で、先ほど、仮止めしたところからちょっと取っていきましょうか。はい。仮止めした、ボタンのネジを取って、マイナスの部分を固定します。はい。次は、プラスの部分ですね。プラスの部分を固定します。はい。この状態でですね、はい。黒い線が先に入るようになって、はい、赤い線が後に入ったら、はい。で、それで引っ張りながら配線を片付けていきましょう。で、この爪がいる理由なんですけど、ここにスパーギアが回るときに線が落ちてここに当たったりすると、これがダメージを受ける可能性が高くなるので、まずこっちは僕がちょっと、石川さんこれは必要じゃないですかってことを言って、ちょっと追加することになりました。AWD エッジのバッグからスパーギアを取ります。ス
パーギアを取ってですね、これをつけておきます。つけるときにはですね、このシャフトを固定する必要があるんで、シャフトを固定して、はい、ちゃんと入るようにしてみましょう。で、その後は、ここ、カウンターギアとスパーギアの間を調整する。で、今ちょうどスルスル動いてるから、調整する必要はないんですけれども、もしこちらの場合がちょっと動きが悪いっていうか、そういうところがある場合は、また先ほどのちょっとネジをそんなに締め付けてないっていうことで、ここを、ネジをこうやって締めたり、緩めたり。でも半分は緩めた方が、こちらの方が逃げていくんで、詰めた場合は緩めてください。遠い場合は締めてください。はい。こういったところで、ここのドライブのギアが完成しました。はい。それでは、バック8に行く前にですね、まずはちょっと動作チェックをする必要があるのかなと思ってます。動作チェックにするときにはですね、こういうアルカリ電池、ニッケル水素の充電式の電池じゃなくて、アルカリ電池を入れて、テストすることをお勧めしております。なぜならば、ニッケル水素を入れてたら、ちょっと電圧のせいで、一回電気が流しちゃうと、またちょっと、断線とか、なんか基板がどっかに当たったりとか、問題があったらすぐ燃えちゃうっていう、基板が死んじゃう問題が発生する可能性があるので、それを防ぐためには、ちょっとアルカリ電池でテストする方をお勧めしております。で、それではちょっとテストしていきたいと思います。はい。バッテリーが入ってます。で、電源をオンします。はい。問題なく基板が動作することが確認できました。で、この状況でですね、ちょっと置いといて、元が回るとか、こんな形でちょっと外れる場合もありますので、そういったところでは、ちょっとこんな形で戻すこともできるので、で、その後には、サーボの動きを確認して、動作確認も問題ないですね。はい。電源を切りましょう。はい。動作確認が終わりましたので、続いてバック8に行けます。バック8はですね、まずダンパー、組み立て済みのダンパーが入ってます。で、それを、こっちも表と裏があるので、だから穴の大きさが大きな方からダンパーをつけます。左右同じように、裏から、こちらの方を見ていただくと、裏が穴が大きいので、こういう風につけていきます。動きを見て、いい感じですね。はい。その次は、シャフトを取って、で、その次はですね、AWD から取ってきたホイールを取りましょう。I のバックです。で、はい。これは後ろから入れる形になります。これがやりやすいですね。はい。一つずつ片側からやっていきましょうか。はい。こんな形で。今回はですね、ミニッツの AWD から不要っていうことになりました。このフロントのホイールナットは今回皆さんにプレゼントになります。アルミのホイールナットですね。で、これをアルミのホイールナットをつけていきます。ホイールを軽く持って、こんな形で、締めすぎないようにすることもいいですね。少し締めすぎないようにしておいて、フロントのホイールをちゃんとスルスル回るのか、これが大事です。で、
リア駆動になりますんで、フロントの転がりがすごく大事なポイントになります。で、こんな形でフロントがちゃんと回るかっていうことを確認しながら、ホイールナットを締めていきましょう。はい、反対側も締めていきます。はい。はい。こちらの方もスルスル回ってますね。ベアリングの状態が結構いい感じ。うん。はい。もし、ホイールがこんなスルスル回らない場合は、先ほど僕の方が、言ってた、こっちのベアリングをちゃんと、奥まで入ってないっていうことになりますので、その時には奥のベアリングをちゃんと奥までしっかり入れていきましょう。はい。それと、もしそれでもちょっと、ベアリングの入りが悪いとか、ちょっと動きが悪い場合は、こちらの、ネジの、ナットの締め具合をちょっと確認して少し緩めてみます。で、その後でもちょっと回らない場合は、ベアリングの状態が悪いっていうことになりますので、そっちのベアリングを交換する形にしましょう。はい。それで、フロントの MRD のいよいよコンバージョンがほぼほぼ最後の方になります。で、AWD、J バックから最後のパーツを向いていきましょう。で、こちらのこんな形になります。で、ここから取ってきたネジを締めて固定していきましょう。はい。続きまして、AWD-K からボディマウントを取ります。で、フロントのマウントは付き方が一緒なんで、こちらのネジ止めでお願いします。はい。ラストです。ラストの L です。L からジャイロを取っていきます。皆さん、ジャイロ買うのを忘れてないですよね。はい。こちらのジャイロのホルダーにジャイロをつけます。こちらのジャイロのホルダーにつけるときにはですね、締めすぎないようにちょっと気をつけましょう。締めすぎると、モーターからの振動がこっちまで来て、スロトルを握ったときにハンチングが出ます。で、その時の場合は、ネジを緩めることが解決先です。ちょっとこちらの固定が緩い、なんか固定されてないなっていうことがあったら、そういうことで、固定ができたっていうことがいいかなとは思っております。で、それで、ジャイロをこういうふうに、ジャイロボードに入れましょう。はい。で、最後にまたジャイロが入りましたので、また動作確認をします。で、こちらのジャイロの動きを確認なんですけれども、ジャイロが、右に行くときに、ちゃんとカウンターステアを当ててくれるのかっていうことを確認していきましょう。もし、ハンダー固定が
できてない場合には、本当に電源を入れた瞬間、こんな感じに、どっちかの方向に行きますので、そちらの方は、ポテンションメーターのハンダコテの具合を確認していきます。はい。動作確認はできましたので、このまま電源を切って、ボディをつけます。はい。これで MRD のヤリスが誕生しました。皆さんいかがですか？これもちょっと後で、走る姿を皆さんにお見せしたいと思います。はい。皆さんお疲れ様でした。はい。皆さん MRD のコンバージョンおめでとうございます。それとお疲れ様でした。走行する前にですね、いろいろ調整することがあると思うんで、そちらの部分をちょっと説明させていただきます。まずはですね、フロントの車高とか調整していきたいと思うんですけれども、まずは、組み立てた時に、こちらの左右のバランスをちょっと取ることが大事ですね。左右の、硬さとかもちょっと調整しながら、車高、ボディに乗せた時に車高がどれぐらいになるのかっていうこともちょっと確認していきたいと思います。まずは、こちらの、こういったところで、サイドから見るとこんな車高になるのが一番正しいということがありますね。で、この状況で、フロントを押してみるとこんな形でリターンが出てくることが一番望ましいポイントです。で、今、ちょうどたまたまなんですけど、こんな形で、押してみてたら、ちゃんとリターンができる形なんですけれども、フロントを押した時にも少しリターンがあって、リアのところでフロントが持ち上がるっていうことが、ちゃんとシソーみたいな感じで、フロントができることが正しいですね。フロントの硬さ調整は、プリロットを調整する、このダイヤルを緩んだり締めたりっていうことができますね。で、これで硬さの調整ができます。はい。これで少し、緩んだり、締めると硬くなって、結構、こんなリバウンドが出てくるんです。はい。逆にこっち、両方しないとダメなんですけど、まずはちょっと片方だけでも、こんな感じで、完全に締めると、ちょっとリバウンドが減っていくことが確認できますね。なので、左右均等の、こんな形、僕はこんな形持って、左右の硬さを見ながら調整するんですけど、今はこっちの右側がちょっと硬いので、少し減らします。で、こんな形で、今ちょっと均等になったんですね。はい、こんな形で、はい、なります。はい。リア周りはですけれども、今ちょうど、ノーマルスプリングが入ってて、今回のクラウドファンディングの返礼品としては、ちょっと色違いにはなるんですけれども、これが、銀色なんです。なんですけど、今回返礼品として入っているのは黒になります。黒をこちらの、リア周りに入れることで、もっと柔らかいリア周りができると思います。リア周りはですね、結構トラクションがかかる。こんな感じで入るんで、リアのグリップで結構大事な重要なポイントですね。なので、こういうちょっと柔らかいスプリングを入れて、リアトラクションをちょっと上げることができるっていう形です。で、もう一つ一緒に入っているパーツなんですけれども、こちらの方が、TWS4 スプリンですね。こちらの方はですね、こんな形になります。こんな形になって、おすすめは、1はこう、立てる外側を固定して、こっちには、スペーサーを
細いスペーサーを1枚入れるのがおすすめです。で、こちらの方はこう入れることで柔らかくなって動きが良くなります。比較してみるとこんな形になります。ノーマルは結構硬くて、そんな、力ちょっと強めに押さないと動かないですね。でも、こちらのバネを入れることで、こんな形にスムーズになります。電源入れたときに、センターがこういう風にずれる場合がたまにありますね。で、本当にちょっと右寄りっていう形になる場合もございます。で、こういった時にちょっとセンターの合わせする方法を、紹介いたします。で、まずは、プロポの電源を切ります。で、電源を切った状態で、LED が光ることになりますね。はい。この状態で、車体のこちらの方なんですけど、前を向きに、ちゃんとセンター合わせで、ちゃんと合わせてきます。で、その後はですね、こちらの、ペアリングボタンなんですけど、この状態で、今こちらの LED が光る状態で、このボタンを長く押します。で、そうすると、こっちが光りますね。で、それでこの状態が0のポイントになります。はい。その後、こちらの、プロポの方もですね、実際はこっちの、リセットする方法がありまして、はい。で、こちらの方はですね、まずは、デュアルレートを0にします。こちらの、チャンネル4ももしこんな感じでしたら0にします。で、スロットルトリムとステアリングトリムを0のポジションに。真上がいいですね。はい。こんな形にします。で、この状態でですね、ステアリングを左に回した状態で電源を入れます。そうすると、点灯するようになりますね。で、この状態で、左右、スロトルの方も前回、バック、前回、バック。で、それで、その後、一番最後に、デュアルレートを満開にします。マックスにしたら、これが今、0のポイントになりました。車体の方も今、ちょうどペアリングができましてて、先ほどこんな感じに曲がってたものがセンターに戻ることができたんですね。で、この状態がセンターになります。その後は、切ってたらこんな感じに綺麗に左右の切れ角が均等になります。はい。皆さん、MRD の方がちゃんと、左右の均等に切れ角が出てこない。で、なぜか、こんな感じで少しずれた場合とか、ちゃんとまっすぐ走らないっていうところがあったら、こんな感じで、プロポのリセットと、基板のセンターの合わせをやってください。車幅に関してちょっと説明させていただきます。基本的にですね、取説と動画の通りに組み立てていくんでしたら、こちらの方を見ていただきましょうか。で、リア周りが、ミニの標準の幅、ノーマルの、ナローの幅ですね。で、それより同じオフセットなんですけれども、ヤリスの 1.5 ですね。1.5 を同じようにつけても、フロントが少しちょっとワイド気味になります。なんですけれども、実際、このフェンダーには当たらないような、そういうフロントのステアリングの構造になりますね。はい。それで、基本的には、フロントがリアよりちょっとワイド気味っていうことになります。実際見ていただくとこんな形、ちょっとフロントがワイドっていうことはわかりますでしょうか。で、実際ボディをつけてみるとよくわかると思うんですけれども、リアがちょっとフェンダーにちょっとスカスカ当たらないようにちゃんとなってますけれども、本当にこっちフェンダーに当たるかどうかちょっと気になるんじゃないですか。それでも全然当たらない。綺麗に切れるっていうことが MRD のフロントのステアリング特徴です。で、
ナローは基本的に、今持ってる、オートスケールとホイールがあったら、そのまま使えるようになるんですけれども、基本的におすすめのホイールオフセットは、ナローの1です。フロントのナロー1をすることでもっと綺麗に、フロントが効くように、ちゃんと転がるようになっております。で、続きまして、これ、ワイドのボディなんですけれども、ダッチのチャレンジャーのボディですね。これを、レディーセットで持っていらっしゃる方がいろいろいるといますけれども、実はこれはですね、MRD の設計上、最初は、ナローがおすすめにしております。おすすめにしておりて、組み立ての取説通りに組み立てたら、ナローの写真になりますね。その代わりに、ワイドのオフセットに切り替わる。もしくは、こういうダッチチャレンジのワイドボディを使おうとしてたら、ちょっと、こういうオプションパーツのターンバックルを使うか、こちらの、今、ちゃんとこちらの、スペーサーがあって、皆さんちょっと簡単に組めるようになったんですけれども、スペーサーを取って、ちょっと、ネジを長くする作業が必要になります。それによって、ちょっと簡単に、ワイドをすることは可能なんですけれども、非常に、ネジの長さを調整することが難しいと思うので、ターンバックルは実際なんですけれども、こういうネジ穴があるんですね。こういったところをちょっとこんな形にピンセットで回すことで、長さの調整、短くすることも可能ですし、長くすることも可能です。はい。で、フロントの、長さ、ワイドをしておいてたら、こんな形に変わります。で、実際こちらのシャーシは僕は結構ワイド化しておいてて、実際こんな形、結構、これボディつけた方が見えますよね。はい、つけてみます。ボディをつけてたら、結構攻めた、ピッティング感ができるんですけれども、リアの方も結構ピッティング感が出るように設定しております。で、実際このホイールのオフセットはフロントナロー1、リアのワイド3です。で、実際これも当たるかどうかの感じはこんな形で綺麗にどこにも当たらずっていうことが確認できます。で、これがなぜならば、こちらの、DD ラボのホイールなんですけれども、DD ラボのホイールのナローオフセット1を使用して、こちらの、オフセットを使わずに、アームだけ長くしたっていうことの結果です。はい。皆さん、いろんなボディがあって、MRD だったらどのボディつけれるんですかっていうことは、気になる方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、こちらのボディ、ナローのボディと、ワイドのボディまで全部交換性がある MRD なので、皆さん心配なく遊べることができると思います。それに続きまして、こちらの、ダッチチャレンジャーなんですけど、こちらのホイールベースが 98mm ですね。だから、こちらの、ヤリスに比べてみると結構長くなるんです。で、ミニッツ AWD の場合は、LL にするときには DWS のパーツが必要か、もしくは、レディセットには実はこんなパーツが入ってたんですね。オイルベースエクステンション、はい。ミニッツ AWD レディセットには、オイルベースエクステンションブロックが入ってて 98mm LL ベースになりますね。で、実はこれを付けることは、僕も、レディセットにはこれが入ると思ってて、ちょっと今回、このボディを付けようとしてるときに、ちょっと急いで
作ったシャーシなんですけれども、これをつけること以前にちょっと DWS をつけたっていうことがあって、その後、この、エクステンションブロックを買ってつけようとしてたら、ちょっと問題が発生して、シャーシを加工しないとっていけない部分がいろいろありました。で、実は、シャーシの加工部分なんですけれども、実は、こちらの部分をカットするとか、こちらの部分、実際は反対側みたいにこんな、かっこいいエクステンションが入ったんですけれども、この部分をカットして、このエクステンションブロックが入るように道を作っていかないとっていう部分が、左の側はこっちとこっちの部分を加工しないとっていうことがあります。で、右側、写真上右側、動画上右側はこちらの、こちらのエクステンションブロックがここまで入ってくるので、こちらの、ここをちょっと切ったりすることが必要ですね。その後は、ミニッツ AWD と一緒に、こちらなんですけれども、こちらにネジ穴を切って、ここエクステンションブロックを固定する作業が必要になります。で、その後で、ちゃんとエクステンションブロックが、こちらのシャーシ、MRD のシャーシにつくことができます。はい。なので、ミニッツ AWD から MRD にコンバートして、ボディの交換性がどういう風になるのかっていうことで気になったいろんな、方々がいらっしゃると思うんですけれども、本当に、ミニッツ AWD のボディだけじゃなくて、実際、今回 DD ラボに発売するワイドキット、もっと幅広くかっこよいボディが出てくるので、それも対応するぐらい、ちょっと幅広く対応するシャーシになります。いかがでしょうか？はい。ミニッツ AWD から MRD にコンバージョンして、皆さんもかっこいいドリフトを楽しんでください。それではですね、MRD の組み立てが終わったところで、いろんなセッティング項目があると思うんですけれども、ジャイロのセッティング、基本のプロポ KT531P なんですけれども、こちらの方でジャイロを調整しようとしてたら、必要な項目が、こちらの方に、ダイヤルがあるんですね、こっち。そうですね、こっちは、ペアリングボタンが入ってるとこ。こっちが、ダイヤルが入ってて、ジャイロのボリュームが入ってるんですよ。で、こちらの方で、左にいっぱい切ると、ジャイロが効かなくなる。これ、実際電源つけて、実際見せた方がいいですよね。はい。では、これで、今、左にいっぱい切りました。ジャイロが全然効かないです。で、ジャイロを、ダイヤルをいっぱい切りました。右側ですね。右側にいっぱい切りましたっていうことだったら、ジャイロがめちゃくちゃ効くようになります。で、この状態で皆さんにおすすめするジャイロのダイヤルのボリュームの位置はどこですかっていうことで説明していきたいと思います。で、こちらの方のジャイロのボリュームは、まずは、真ん中から始めましょう。これ、はい。これが真ん中ですね。真ん中から、10度ぐらい。だから、ここからここまでの、動きが0から100まですると、こっち、1時ぐらい、時計で言うと1時ぐらいの位置になります。これが、ジャイロが効きすぎず、効かなすぎずっていうことで、フロントが動いてくれる範囲ですね。で、でも、やっぱりスピンしやすいから、ジャイロがちょっと効いてほしいっていう方は、徐々に上げていっても全然大丈夫です。で、こういう動きは、サンプルの動きなんですけれども、この状態、だから、ジャイロが0から、こっちがこの状態ですと、これが12時から1時になりますと、こういう動きになります。で、普通にリアが動くと、自然にフロントがカウンターステアを当ててくれるっていう感じですね。で、それが
いきなりスピンするっていう形だったら、今みたいに、ちゃんとフルロックしてくれるっていうことが、今の一時です。はい。一時のポイントが、こんな感じの、ジャイロの効き具合を設定してくれるところですね。で、もし、一時の位置だとしても、ちょっとこちらでハンチングが出やすいっていうことがありましたら、まずは、ステアリングをちょっと動かしてみてください。ステアリングを動かしたところで、ちゃんとステアリングが手応えしてくれる、動いてくれることを確認してください。で、こちらの、ステアリングの動きで、ちょっと茶だったり、余計な動きが入ってたら、ジャイロのハンチングの原因になります。まずは、サーボがちゃんと動くことをあらかじめ確認してください。で、その後、それでも、路面のグリップが高いっていうことだったら、それはもちろん、ジャイロの、原因を、ジャイロのダイヤルを減らす必要があります。で、それももちろん走りながらハンチングが出ない範囲でちょっと、調整する必要があります。で、僕のおすすめのポイントは、基本的に廊下とか、すべすべの路面で、ちゃんと気持ちよく走れるっていうところが、おすすめポイントなので、後ほど、これ、組み立てたばっかりの、動画を、アップロードしたいと思いますので、多分、こちらの動画の後半につくかなと思っておりますので、そちらの、こっちの組み立て済みの、ヤリスのドリフトを楽しみにしてください。それでは皆さん、これから、組み立てたところで、テスト投稿をしていきたいと思うんですけれども、まずは、電源入れるときにおすすめの方は、こっちにトレーニングモードがあるんですね。トレーニングモードの入れ方は、スロットルを前に押します。前に押しながら電源を入れます。チカチカいるところなんですけれども、これが落ち着いたら、ちょっと遅く点灯する。これがトレーニングモードですね。それは、スロットルを半分ぐらい抑えることができましてて、ドリフト走行するときにスロットルが、入りすぎないようにっていうことができるっていうことです。で、今、車体に電源入ってますので、これからちょっとテスト走行いきたいと思います。はい。いきなり星の G ができますね。ちょっと大きく。こういうテーブルの上でも簡単にできるということは、なかなかの完成度だと思うんですけど、皆さんも組み立てて、もうすぐこんな感じでドリフトができるということは、すぐ体験できると思いますので、これが軽症のドリフトタイヤの車なんですけど、僕的には、今回、メニューにとして入っているドリフトタイヤを入って、装着してドリフトするのがおすすめですよね。はい。それでは、本当にドリフトが初めて、肉のドリフトが初めての方にちょっと説明したいっていうことがありまして、ドリフトのきっかけってどういうふうに始めていくのかっていうことをちょっと少し説明していきたいと思います。まずは、この状態で車体が、まっすぐに向いてます。で、その状態でハンドルを、例えばこちらの時計回りに旋回していきたいときには、まず少し右の方に切ります。で、全部切ってでもいいんですけれども、少しだけきっかけ入っても、きっかけを入れることでも大丈夫なんで、ほんの少しぐらいステアリングを動かすっていう感じですね。はい。この状態で、スロットルを少し入れていきます。で、これが、最初のドリフトのきっかけです。で、この状態をちょっと学んでみましょう。で、これを、これがリアが旋回するところで、カウンターステアが入るところが皆さん見えると思うんです。で、今、実際には、ステアリングをこれぐらい入れました。でも、
旋回したところで、ステアリングが徐々に真ん中に入ってて、真ん中に戻って、その後カウンターステアが入るんですね。カウンターステアが入ったところでは、ちょっとステアリングをちょっと少しずつ戻して、スロトルを戻すっていうことが、ドリフトの基本ですね。じゃあ、もう一回いきます。で、ステアリングをちょっと切ります。スロトルを入れます。で、これで、スロトルをちょっと緩めることで、こんな感じで、軽減ができるっていうことです。じゃあ、もう一回いきます。ハンドルを切りました。スロトルを一気に切ります。で、それでちょっと緩める。これが少しずつ、スロトルを、入れたり、ちょっと、パーセンテージを調整してたらいいんですけれども、それも難しいっていうことの場合は、まずはこんな感じでも、動きが可能です。でも、これは徐々に皆さんもこんな感じで少し緩めてドリフトをすることで、スロトルコントロールでドリフトを維持することが最終の目標ですね。で、本当に僕は今何にも、ステアリングの操作はやってないんですけど、これだけでもドリフトができるぐらい。これを皆さんとやっていきましょう。